3月11日は、はい。小野寺さんは地震の時どこにいらっしゃってどういう様子だったんですか？気仙沼市内のね、はい商店街で、はいコーヒーをごちそうになってまあ、おしゃべりをしてました。そしたら急に地震が来て、そうですね、まあ、通りがこう見えるところではお話ししてたんですけどね、はいその建物のね、3階建てぐらいが、段の建物がずっと並んでたんですけど、木造の建物とはい鉄筋の建物の揺れ方が全然違ってましてね、はいでその木造の建物が飛び出しそうなんですよね。はいその通りのね、はい通りから飛び出しそうになる、倒れそうになるんです。そういうあれがありましたね。もう倒れるかなと思ってるんだけど、なかなか倒れなかったっていう感じだったですけどね。そこからそのカフェで地震にあってえ津波が来るまでっていうのはどういう様子だったんですか？そこからね、あとはすぐに、まあ、地震が収まってから、市役所に用事があったんで、気仙沼市役所の方に向かいました。はいで途中で、まあ、その大津波が来るっていう、なんて言いましたね、防災無線が聞こえたんでね、はいまあ、市役所のそのなんていうんですかね、駐車場なんですけど、すぐ出せる場所に車を置いたんですよ。はいそれでね、その市役所の庭に着いた時にはもうすでに市役所の方々がもうみんな全員外に出てましたから、はいそれで、まあそうですね、30分ぐらいいましたかね、そこに。はいで、まあ、携帯電話でその津波の様子を見てましたけど、そうですそれが釜石の情報しか入ってこないんですよね。はいで気仙沼に来てるはずなんだけど、なんで気仙沼があれなんだろう、報道されないんだろうと思ったんですけど、はい後で気づいたんですけども、その潮位計がね、はい気仙沼の場合一発でやられてしまったんですよね。あそんなことがあって、まあそれからその津波が来るっていうんで、実はうちの母親が87歳になる母親がちょうど病院に入院してまして、はいその病院、まあ、病院の方大丈夫だったかどうだかっていうのを市役所から歩いて降りて病院まで行ったんですよ。まあ3分ぐらい5分ぐらいしかかかんない病院なんです、歩いても。でそこを、まあ、通りをずっと車が流れてましてね、まあ、避難する車が通ってましたけど、私が5分ぐらいしてその玄関の少し坂になってるんですけども、病院の坂を少し登って玄関に着いた途端に、今歩いてきた後ろの方で噴水のようにそこから水が吹き上げてきましたね。だから多分津波のすぐ前を歩いてた感じですね。波を見る前に側溝からそう側溝を登ってきたってことですね。登ってきたんですね。かなり高い2メーターぐらい上がりましたよ。それからどうされたんですか？それからまあおばちゃんが4階に入院してましたから、そこ行って見舞いどうだって言ったら、まあ大丈夫だよって言うんで、あとはどっちにしても今日は帰れないから、大島には船もないし津波だからね。それからね、おじさんのところ神山っていうか、少し山手の方なんで神山の方のおじさんのところに行って今夜泊まって、明日帰るよっていう話をして行ったんですけど、その神山に到達できなかったんですよ。でちょうど大島汽船の社長とバッテリー行き合ったんですけど、もうそっちはどうだって言ったら、そっちはもう行けないからダメだって。で一緒にまた戻ったんです、病院に。病院に戻って気仙沼中学校の避難所まで2人で行きました。そしたらもうすでにその時にはもう町が潰れてましたね。その時はどんな音とか見た感じの映像ってのはどういうふうに潰れてたんですか？そうですね、私がちょうど地震でコーヒーを飲んでたとこはもうすでに跡形なく流されてました。あとはそうですね、2階建ての家の残った屋根の上に車が乗っかってたり、あるいは雨どいに捕まって助けを求めてる人もいましたけどね。
でも奇跡的に小野寺さんはじゃあ、その側溝から溢れ出た以外は、はい、津波には合わなかった。合わなかった。それも見なかったです。すごいですね。それでその避難所もとにかく入れなかったんで、はい、残念でした。はい、それからまたね、どこも行くとこはないんで市役所にまた戻って、はい、そこでまあ時間を過ごしてたんですけども、4時過ぎですね、火の手が上がったんですよね、煙が出て、はい、それがその火災の始まりでね、はい、でまあ1時間以上少し暗くなる、はい、頃にはだいぶ火が広がってましたから、それをね、市役所の駐車場の2階で見てたんですよ。はい、でまた津波が来るから2階から3階に登れ、3階から4階に登れっていう形で避難しながらそれを見てたんですけどね、はい、その火が暗くなってから気仙沼湾一面に火の海になってしまったわけですよ。でそれがね、はい、津波がまだなんて言いますかね、津波が続いていれば、はい、多分こちらにも火の手が来るよっていうことで、またさらに気仙沼駅の方まで逃げていきました。それで気仙沼駅の前にシティホテルってあるんですけど、はい、そこのロビーで一夜明かしました。それはもう寝れるような状態だったんですか？いやいや、寝るような状態ではなかったです。その後っていうのは、その後市役所に来て、あとは私車は生きてましたから、はい、で次の朝、まあ、家に帰る準備っていうことで岩手の、千満屋の方まで10時頃になって買い物して、まあ、食料買って、はい、そして陸に詰めてね、それでまあ時間待ちしてたら、とにかく大島のほら支所長がね、はい、市役所の小野田さんもう大島に行くべっつうんで、いや車あるって言ったら、いや車ないけどもなんか探していくかって言うから、いや俺の車あるから、とにかくその五右衛門ヶ原っていう焼き所があるんですよ、はい、そこまで車で2人で行って、そしたらほら透析患者を運んでるヘリコプターが、はい、帰りが空便だったんで、はい、それに次の日乗っけてもらって、もう3月12日に、うん、であとはそこからはもう家から、自分の家は大丈夫だったし、被災した家族もいなかったんで、はい、そうですね、避難所の方のお世話をやってました。はい、それは大島の避難所のお世話です。そうです、大島の避難所2カ所、小学校、大島小学校の体育館と、はい、それから開発センター、はい、その2カ所の行ったり来たり避難所のそんな格好です。ヘリで行けたんですね。すごかったですよ、ヘリから見た光景がね。どんな感じですか？田んぼを見てるようでした。冬のなんていうの、稲の刈った後のあれがね、家がそんな感じに見えてね、そういう感じでしたね。茶色でそうそう、刈り取った後のね、稲を刈り取った後の田んぼみたいです。それって地元っていうか、小野寺さん長く気仙沼とか大島にいらっしゃったと思うんですけど、その風景見てどのように感じっていうか、いや実はね、明治29年の津波で私の家は流出したんですよ。あ、そうです。低いところにあって、でその時に家族8人のうちの6人亡くなった過去に、はい、そういう経験があって、常にその津波っていうのは頭から離れないんですよね。じいちゃんとか、はい、親から聞かされて、でその思いがあるんで、まあ津波は必ず来るっていう意識を持ってましたから、ただ今回のようなこんなでかい津波が来るとはまさか予測はしてませんでしたけども。ありがとうございます。ここが、
砂浜の砂浜だったでうちはもともとここからこうずっと土地があってはいで向こうもうちの土地があるんですよはい岸壁の倒れたところの陸地側が陸地側がそれでこの辺に家があったのが流されてでそこにも家があるでしょ、はいその家がこの下にあったんですよでうちとここと2軒あったのが流されて、うちはこの1軒そちらに上がったんですけど、はい今回はこの高さまで波が来たそこまで乗ったの道路のところ道路のところだからそうですよねまあ明治の津波ではまだこっちはもっと低かったと思うんですけどねこのコンクリートの堤防もなかったんですよないだから土地が全部流されてしまったんですね畑だとかあもっとかなりもともとはあったんだけどどれくらい大体メーターで言う我々明治29年の風景を見てるわけじゃないからよくわかんないんだけどあの辺りまではあったんじゃないですかね、今もだってもうこれ船をつけられる岸壁なんだけどもうこんなになっちゃってるもんねかなりやっぱ地盤沈下しちゃっ進化しましたねそれでここで流されて6人亡くなってそれでまあ上に家を建てたのが今の現在の家なんです住んでる家明治の時は夜だったんですよ夜だったらしいですよ、その中ご先祖とかおじいさんおばあさんからなんか聞いてることとかって言い伝えてることとかってあるんですかご家族で伝えっていうかまあとにかくその高台にいてさえ避難するんだからね、やっぱり津波が来るよっていうことになればだからまあ昔いつの昔か知らんけどもこの大島には大島が3つになった津波が昔あったんだっていう一切はもう島内の人みんな知ってるからねだからそうですねまあここで亡くなった人は一人もいませんけどね今回の津波ではこの地区ではねじゃあその明治の時にだと思いますね高台移転にしてこの家の人は言ってましたよみんなうち上に上がったんだけどうちはここにいたために津波にやられたっていうのはねここだけだこことまああそこ2軒が床上まで浸水しましたけどでもここは比較的なんていうのかな被害の多いあっちの小田原浜だとか向こうは被害が大きいですよね、はいあの高さで言ったらうちにも上がってもおかしくないんだけどここはこの岬があるために潮が回り込んでくるんですよねだから助かったんだと思いますけどね生きり立たないっていうかそうまあやっぱりね怖いです怖いっていうか終わった後はやっぱり海見るのが怖かったねいつぐらいから見れるようになったんですかそうですねつい最近だな漁師さんたちが海に出たがんないもんね船もないからだけどもさいやもっとやっぱり漁師の意気込みなんてのはそんなもんじゃなくてねもっと潜っても魚を取ってこようっていう意気込みが本来の漁師さんなんでね、まあ年を高齢化したってこともあるんでしょうけども出たがんないね海にね同級生の方とかでもそうなんですかそうですねそれちょっと悲しいですね海悲しいですねこのままだとね台風が来たりするともう潮がぶつかってしまうからこの辺ダメですよねこの高さだと台風の波がぶつかってくるからもっと高く来るそうですねもうちょっと高くするか防波堤をもう少し強固なものにするかしないと怖いですね
そのもう砂が全部なくなった。なくなった。もうかき出されちゃった。そう、かき出されたっていうか沈下してしまって、成砂はあるんですよ。成砂は残ってます。それやっぱその細かい地形が違うからってことやっぱり潮の関係でしょうな。みんな知り合いみたいな感じで、またいいですね。結構、もうここには水来てないんですか？ここまで来ました。この木は津波で流れてきた木です。この流木っていうか根元。ここまで乗った。で、うちはここが私のうちなんです。だからどのぐらいある？3メーターぐらい。もうちょっとですよね。もうちょっと。なんかまさかその3つに昔分かれたっていう伝説が、本当にそれぐらいのなんかもう全然想像もつかないですよね。今回の津波がそうだったんでしょうね。これがうちの113年前に建てられた家です。立派ですね。なんだなんだ。はい、どうぞ。こんにちは。すみません。どうぞ。こんにちは。どうぞ。こんにちは。こんにちは。テレビじゃないので。テレビじゃない、なかったらどうぞ。恥ずかしいので。どうぞ。すみません。なかったらどうぞ。横根さん、写真撮って、はい。親がいらっしゃったんです。お邪魔します。失礼します。どうぞ。これがその113年前に明治。すごいですね。立派ですね。すごい立派ですね。ここも通してこうよ部屋すごいですね。なんて言いますかね。そうですね。あれを言葉がないですね。とにかくね。何人亡くなったんだろう。あるいは何人何軒家が流されたんだろう。全然つかみようがないです。とにかく夢中でその避難所の人たちをお世話したっていう感じですね。今日で5ヶ月、3月11日か5ヶ月と17日経ったんですけど、日に日にその影響とか漁業とかもちろんそれはね、その大きさっていうのはこれからも大きく広がっていくと思いますね。なんか今私は椿山の方、油を絞ったりっていう仕事をしてるんですけれども、その震災を受けなくてさえ何かをしようとすると、例えばラベルがなくなった時にラベル屋さんがない、それからその瓶が不足した時に瓶を注文するところがないということでね、何をするにも前のような順序よくいかないんですよね。だからそれを容器が来る、ラベルが来る、油はあるけどもそれを商品にするのにというかもうかなり前から段取りしていかないとできないんですよね。今日はいろんな方が来てみてどうでしたか？その結果っていうのは草刈りしに来てくれて、なんか交流しに来てくれたと思うんですけど、小野寺さんにはどういう？最高です。さっきも言いましたけど、まず観光で来てくれるお客さんはいませんから、こういうふうな形で、交流をしたいということでね、大島に来てくれる人たちは本当に大変ありがたいと思います。
また今後もねこういうふうに大島に来ていただくことがね、我々の支援になるんだろうと思ってますけどね、ありがたいです。今後の椿山は小野寺さん的にはどういうふうに？私はこれは手をかける時からこの椿だったらば、子どもたちになんていうかな、将来的に、子どもたちに譲りたいものだと思って今も手入れしてるんですね。7年前からその気持ちは変わってないし、もうちょっとやっぱり拡大を続けていきたいと、でそこで若い人たちが仕事ができて商売ができるような仕組みをね、自分は団塊の世代で22年生まれなんで、我々の責任でね、子どもたちがこの椿山を基礎にしてこの大島で生活できるような仕事を自分の責任として確立して基礎を作ってやりたいと。そうすれば自分の子どもたちもちゃんと戻ってきてくれるし、そういう願いでやってますね。ありがとうございます。ちなみに3月11日を忘れないためにセンターっていう名前で震災の記録、復興の記録をしてるんですけど、県内とか県外の方が忘れつつあったり、あと将来ってやっぱ小野寺さんはすごい明治29年三陸から、先祖が被災されてすごい影響があったと思うんですけど、将来とか県外の方に忘れないためになんかどういう風なメッセージとか、もしくは忘れたいものだったり、なんか3月11日を忘れないために一言メッセージいただけますか？忘れないためにっていうのは難しいね。忘れたい、できれば、早く復興して、なんていうのかな、乗り越えたいって言った方がいいのかな。乗り越えたいっていう気持ちの方が先に立ちますけどね、いつまでもその弱気でいられないんでね、とにかくそれを乗り越えようっていうことで、その将来、そうですね、その過去に残したいし、未来に残したいっていうと、今はそれよりも早く乗り越えたい、この復興を早くさせて、この災害から早く乗り越えたいと思いますね。このさっきいただいたこれの商品説明はいいですか？もう一回お願いします。はい。これは私どもで作っている椿油なんですけども、これはこの気仙沼大島で採れた、椿の実から絞った純粋な油で何も手を加えておりません。私どもも実際にはこの椿油のことがあまり、分かってないんですけども、買って使っていただいているお客さんから大変評価をいただいておりまして、それを一つ一つ勉強しながら今やってるっていうのがこの椿油の力なのかな、そう思ってます。これからも勉強を続けながらですね、ぜひこれを大島の若い人たちあるいは子どもたちに伝えていきたいと思ってます。以上です。